できない、もう無理かも、そう思った瞬間こそチャンスなんです。オランダの思考家ベルトルド・ガンスターさんの本「ひっくり返す」はどんなネガティブもポジティブに変える反転思考の本。例えば時間がないなら短い時間だから集中できる、失敗したなら挑戦した証拠、批判されたなら自分を磨くチャンス。この本を読むと問題を敵ではなく味方に変える力が身につきます。落ち込んだ時こそ、じゃあどうすればとひっくり返してみてください。きっとあなたの人生が静かに前向きに動き出します。この本を読むだけであなたの考え方がガラッと変わります。タイトルはひっくり返す。著者はオランダの思考家ベルトルド・ガンスターさんです。一見ネガティブに思える状況を180度ひっくり返してチャンスに変える、そんな反転思考の魔法を教えてくれる本なんです。例えばできない、無理と思った瞬間こそアイデアを生み出すチャンスにできる。この本では問題の裏側にある可能性を見つけるコツがたくさん紹介されています。この動画ではひっくり返すの要点を3つに分けて分かりやすく解説し、どんな風に人生や仕事に活かせるのか、そして実際に私が読んで感じた気づきや体験も交えてお話しします。最後まで見ればきっとあなたのものの見方もひっくり返るはずです。本の重要な3つのポイント紹介。ポイント1、問題をチャンスにひっくり返す。この本の一番の魅力は、問題とはチャンスの裏返しであるという発想です。多くの人は何かがうまくいかない時、すぐに落ち込んだり諦めたりしてしまいますよね。でも著者のベルトルド・ガンスターさんは言います。問題を見つけた時こそ、それは新しい発想を生むスタート地点だと。例えば売上が下がっている会社、普通ならどうして下がったのかと原因を探しますが、反転思考では下がっているからこそできることを考えるのです。無駄を減らすチャンス、新しい客層に挑戦するタイミングと考えると、ネガティブな出来事が一瞬で前向きな課題に変わります。私自身もこの部分を読んで失敗したと思っていた過去の経験を見直しました。例えばうまくいかなかった出来事もどう改善するかを考えるきっかけになっていたことに気づきました。問題をひっくり返せば必ず学びがある。この考え方はまさに人生を変える魔法のレンズです。ポイント2、できない理由をできる方法に変える。人は挑戦する前からどうせ無理と考えてしまいがちです。でもひっくり返すではその思考を180度転換します。できないことをスタート地点にして、じゃあどうすればできるかを考えるんです。例えば時間がないという悩み、普通ならだからできないと言い訳にしますが、反転思考では短時間だからこそ集中できると捉えます。これが制約を力に変える発想です。著者はオランダで舞台演出家として活動していた時、資金も人手も足りない中で作品を作る経験を通じて、このひっくり返す考え方を身につけたそうです。つまりないからこそあるを見つける訓練をしてきたのです。私もこの考え方を日常の中で意識してみました。例えば時間がなくて本を読めないと思った時、じゃあ通勤中の5分だけ読む
と発想をひっくり返してみたんです。すると短い時間でも集中できて、逆に内容が頭に残りやすくなりました。制約がある、可能性があるというこの視点、仕事や勉強、家事などどんな場面でもすぐに使える、まさに実践的な考え方です。ポイント3、他人の否定も自分の成長にひっくり返す。最後のポイントは他人からの否定的な意見への向き合い方です。ガンスターさんは、批判された時こそ自分の考えを磨くチャンスだと語ります。例えば誰かにそんな考えは甘いと言われた時、落ち込むのではなく、この人は何を見落としているのだろうと問い返すのです。すると自分の意見をより深く考えるきっかけになります。この反転思考は SNS の時代にもとても大切です。コメントや評価に左右されず、どう受け止め、どう使うかを選ぶことで自分の成長に変えることができます。私もこの書を読んで、批判を燃料にする感覚を学びました。以前はネガティブコメントに落ち込んでいましたが、今では自分の発信が届いている証拠だと考えられるようになりました。他人の言葉に振り回されず、むしろそれを力に変える。これも立派なひっくり返すの実践です。エピソード紹介。本書の中で特に印象的だったのはサーカスの像のエピソードです。著者ベルトルド・ガンスターさんは、人間の思考の限界をこの像の話で見事に表現しています。サーカスの像は小さい頃から足を鎖につながれて育ちます。最初は逃げようともがきますが、やがて逃げられないと学習してしまう。そして大人になっても小さな杭と細い鎖で簡単に動けるはずなのに、もう逃げようとはしないのです。ガンスターさんは言います。多くの人もこの像と同じだ、できないと思い込むことで自分の可能性を自ら制限してしまっている。この話は私たちが日常でどれほど思い込みに縛られているかを強烈に気づかせてくれます。実はできないのではなく、やっていないだけなのかもしれない。その気づきが反転思考の第一歩なのです。このエピソードを読んだ時、私はまさに自分も像だったと感じました。自分には向いていない、きっと無理だと挑戦する前から諦めていたことがたくさんあったんです。でもそれって実は思い込みが作った鎖だったんですよね。例えば新しいことを学ぶ時も、もう遅いと決めつける前に、小さく始めることならできると発想を変えてみる。そうすると不思議と行動する勇気が出てくるんです。この本を読んで以来、私はできない理由を探すよりも試す理由を見つけるようになりました。それだけで毎日が少し軽く前向きになった気がします。まさに思考をひっくり返すことで人生が動き出す瞬間でした。実践的な応用方法、ひっくり返すの考え方は特別な人だけが使えるテクニックではありません。むしろ毎日の生活の中でこそ力を発揮します。例えば仕事でミスをして落ち込んだ時、普通ならなんで失敗したんだろうと自分を責めてしまいますよね。でも反転思考ではこう考えます。ミスをしたということは新しい挑戦をした証拠だ。次にどうすればうまくいくかを学ぶチャンスだ。そう発想をひっくり返すことで落ち込む気持ちが前向きに変わります。また日常の中でも使えます。例えば朝起きるのが辛いと感じた時、じゃあ朝が楽しみになることを作ればいいと考えるんです。好きな音楽を流す、美味しい朝ごはんを用意するなど、小さな工夫で苦手な時間をワクワクする時間
見変えられます。私自身、この考え方を取り入れてから物事の悪い面ばかりを見る癖が減りました。例えば、雨の日、以前は最悪だなと思っていましたが、今では静かに考え事をする時間ができたと考えます。同じ出来事でも受け止め方を変えるだけで心の軽さが全く違うんです。この本で学んだひっくり返す力は人間関係にも使えます。相手の言葉にイライラした時、この人は自分に何を伝えようとしているんだろうと一度立ち止まって考えるだけで怒りが理解に変わることがあります。つまり反転思考とは状況を変える技術ではなく自分の見方を変える習慣なんです。この習慣を身につけることでどんな日も少しずつ明るく柔らかくなっていきます。投稿者の総評とおすすめ度。この本ひっくり返すは発想を変えるだけで人生の景色が変わることを教えてくれる一冊です。私が特に感じたのは、現実を変えるより見方を変える方がずっと早いということ。問題が起きた時、人はすぐに解決しなきゃと焦りますが、実はその前にこの状況をどう見るかを変えるだけで心の重さがすっと軽くなるんです。この本は自己啓発のようにポジティブに考えようと無理に元気を押し付ける内容ではありません。むしろネガティブを否定しない、受け入れた上でひっくり返すという優しくも現実的な思考法です。特におすすめしたいのは、最近ちょっと疲れているなと感じる人、仕事や人間関係で思うようにいかず自分を責めてしまうタイプの人ほどこの本のメッセージが深く響くと思います。読むたびに新しい気づきがあり、一度きりではなく人生のいろんな場面で何度も読み返したくなる一冊です。エンディングいかがでしたか？今日はベルトルド・ガンスターさんのひっくり返すを紹介しました。この本を読むと状況は変えられなくても考え方は変えられるということに気づかされます。嫌な出来事も失敗もちょっと見方を変えるだけで自分を成長させるきっかけに変わるんです。もし今うまくいかないことがあっても、この本のようにじゃあどうすればと一つ発想をひっくり返してみてください。それだけであなたの明日が少し軽くなるはずです。この動画がなるほどと思った方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてあなたが最近ひっくり返してみたこともコメント欄でシェアしてもらえると嬉しいです。みんなで一緒に考え方をポジティブにひっくり返していきましょう。